What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. We are here in the house once again to get through 2 more episodes of Legend of the Galactic Heroes. Alright, so we're doing 39 and 30. Yeah, 39 and 3010. That's what I was about to say. 39 and 3010 today. We're about to do 39 and 40. It's an awesome time, man. It's awesome time just watching the show and watching it develop, them really building up the characters and all that good stuff. It's just been a great time. So I would love to extend my thanks out to you guys, because I love telling you guys, you know, showing you guys gratitude for actually even coming on the channel and even clicking on these shows, you know, that I watch. You know, I've always been one to see things happen and understand that these things happen for a reason. So I'm always thankful, whether it be a negative or a positive. I'm always thankful in the midst of whatever it is. Maybe good times, maybe bad times. I always try to remain and have a gratuitous a gratuitous spirit. Yes. Anyways, guys, let's jump into the reaction, and I will see you guys at the end for the review. I know. 都合の悪いことは忘れるようにしてるんだろう。加害者は忘れても被害者の方は忘れんもんさ。どうも。ヤンはそうした現政権の仕打ちに嫌気がさしているんじゃないかな。それはそうだろう。Shit. I'm not in the show and I'm fed up. 自ら軍事独裁政権を打ち立てようという気にならないとも限らんだろう。まさか。現実にならないうちは笑っていられるがね。笑顔が途中で引きずるような場面を私は何度も見てるんだ。独裁者という名のカクテルを作るためにはたくさんのエッセンスが必要でね。Is to show how much they really know about Yang. ヤン・ウェンリーは独裁者にはなれんよ。少なくとも本人にその意思はない。だが本人の意思だけで状況が展開するとは限るまい。左門会の時と同様、追い詰められれば反撃に転ずることもあるだろう。その方法として不本意ながら自らが権力を握るという選択に至るかもしれないだろう。その通りさ。だからあまり追い詰めない方がいいんだが。また何か企んでいるのかね、トリューニヒトは。帝国の攻勢に備えて挙国一致体制を敷くと言ってね。今まで以上に遠慮なく軍の人事に介入するらしい。これまでだって遠慮していたとも思えんが。それがいよいよクブルスリー本部長が病気を理由に辞任に追い込まれ、後任は例のドーソン大将になるらしい。おいおい、それじゃ軍の強化どころか弱体化じゃないか。あんな子役人が有事の際に役に立つかどうか。トリューニヒトへの中金が認められたのさ。まあさすがに実戦部隊の長である美国老人には手を出さなかったようだが。文民統制といえば聞こえはいいが、政府は軍を政治権力を維持する道具と考え、軍人は出世のために政治家に恋へつらう。これが民主共和制における軍隊のあり方かね。こんなこと言ってはなんだがね、帝国の民衆の方が一層幸せかもしれん。腐敗した専制政治という議論の余地のない最悪の状態から救出されつつあるのに対して、我々同盟は腐敗した民主政治と清潔な独裁政治のどちらを取るかという最も回答困難な命題を突きつけられているようなものだからな。Bruh. 僕がフェザンに断ってください。こんな命令。ユーリア、お前が軍属だったら任命や異動は現地司令官の権限による。だがお前は今や正式の軍人だ。国防委員会と統合作戦本部の命令に従う義務がある。But it's sending Julian to Phezzan. 理不尽な命令でもですか？どこが理不尽なんだ？そういうことでしたら
僕は軍属に戻ります。だったら命令に従わなくていいんでしょ。ユリアン、 You can't do that. そんなことが可能かどうか判断のつかないお前じゃあるまい。第一お前はああ新人になったのであって強制 You するわ weren't けじゃない。 forced, dude. 命令に従う覚悟は持っていてしかるべきだ。 You can get court-martialed and locked up for that shit. でも統合作戦本部の命令だからじゃありません。ヤン・ウェンディ提督のご命令だからです。ご用がそれだけでしたら下がらせていただいてよろしいでしょうか、閣下。ユリアンの気持ちはわかりますわ。閣下にとって必要のない人間と思われたのではないかときっとそう感じたんです。必要がないなんてそんなことあるわけないだろう。必要がなくなったからそばに置かないとか、必要だからそばにいさせるとか、そういうものじゃなくて、必要がなくてもそばにいさせる、いや必要というのは役に立つとか立たないとかという次元のものじゃなくてだね。話し合う必要があるな。提督。ああ、座っていいかな、ここに。どうぞ。なあユリアン、はい、提督。お前をフェザーにやるのは何よりもそれが軍命令だからだ。私自身としても誰か信頼できる人間にフェザーの内情を見てきてもらいたい気持ちがあるからなんだ。それでもやはり行くのは嫌かな。でも状況がこう展開するとイゼルロンはまた最前線になるでしょう。僕はこちらにいた方がお役に立つと思いますけど。実はそこなんだユリアン。誰でも帝国軍はイゼルロン回廊から侵入してくるものと考えている。そんな規則や法則があるわけでもないのにな。でもだとしたらどこから侵入してくるんです。銀河系の外側を大きく迂回するか、あとはフェザン回廊しかないじゃありませんか。そうそう。ローエングラム港にとって最も有効な戦略は、一軍をもってイゼルロンを包囲する一方で他の軍をもってフェザン回廊を突破することさ。彼にはそれだけの兵力があるし、そうすればイゼルロン要塞を陥落させなくとも存在の意味自体をなくすことができる。だけどそれでは帝国はフェザンを敵に回すことになりませんか。いい質問だが、この際それは問題にしなくていい。ローエングラム港がフェザン回廊の通過を実行するとしたら2つの場合が考えられる。一つはフェザンの抵抗を実力で排除できる場合、もう一つはフェザンの抵抗を考慮する必要がない場合。つまりローエングラム港とフェザーンが密かに手を結ぶということですか。正解。ユリアン、人は現在の状況が永遠に固定しているものと誤解しがちだ。だけど考えてもごらん。銀河帝国なんて知るものは500年前には存在しなかった。自由惑星同盟の歴史はその半分の長さだし、フェザーンに至っては1世紀そこそこの歳月を経ただけだ。宇宙の始まりから存在したわけでもないものが宇宙の周辺まで続くはずがない。必ず変化が訪れる。今その変化はローエングラム港ラインハルトという傑出した人格を借りて、まず銀河帝国を席巻し、ついで全人類を絡め取ろうとしているんだ。それじゃあ銀河帝国は滅びると。滅びるさ。いや、事実上はすでに滅んでいる。実権はローエングラム港の手中にあるし、皇帝は国を捨てて逃げ出した。名義の変更がされていないだけで実情はローエングラム王朝だ。おっしゃる通りですね。それにしてもフェザーンがローエングラム港と結ぶというのは高い確率を持つんでしょうか。 A、B、C と3つの勢力が存在していて、 A と B が対立構想の関係にあるとする。この場合 C が取るべき道は A が B に押されれば A を救い、 B が A に圧迫されれば B を助け、両者の構想を長引かせて共倒れさせるというものになるだろう。しかし A の勢力が著しく増大し、 B を助けても A に対抗しがたいという時、 C としては一層 A に協力して共に B を撃つという選択をするのではないかな。でもそうすると圧倒的なまでに強大化した A は B を滅ぼした余生を買って C を攻撃し、結局 C は滅亡への道をたどることになってしまうんじゃありませんか。そう、その通りだ。私の考えのネックも実はそこにある。フェザーンの富とその戦略的位置をローエングラム港に提供してしまえば、その結果フェザーンは政治的独立を失うことになるかもしれない。そのあたりを彼らはどう計算しているのか、あるいはフェザーンの目的はフェザーン自体の存続にはないのかもしれない。いや、こいつは飛躍しすぎた考えかもしれないし、第一何の証拠もあるわけじゃない。フェザーンは統一された新銀河帝国で経済上の権益を独占するつもりなのではないかというあたりが一番妥当なところだろうが、
どうも今一つ自分自身を納得させられないでいるところさ。物質的な利益や打算でないとすれば精神的なものでしょうか。精神？例えばイデオロギーとか宗教とか。宗教か、そうだな。それはあり得ることだ。フェザンを額面通り合理的な現実主義者の集団と思い込んでいると足をすくわれることになるかもしれない。宗教か、なるほどね。僕がフェザーンに行って少しでも彼らの政策や戦略について探ることができたら、それに帝国軍の動向についても知ることができたら、それは閣下のお役に立てますね。だったら僕喜んでフェザーンへ行きます。ありがとう。でもユリアンがフェザーンに行った方がいいと私が思うには他にも理由があるんだ。どういうことでしょう。experience 山を見るにしても一方からだけ見ていては全体像がつかめないというか、いやそれよりちょっとお前に聞きたいんだが、このまま行くと我々はどうやらローエングラム港と死活をかけて戦わなくてはいけないらしいんだが、そのローエングラム港は果たして悪の権化だろうか。それは違うと思いますが。そりゃそうさ。悪の権化なんて三流のテレビドラマの中にしか存在しない。むしろ悪というなら今度同盟は帝国の旧体制派と手を組んだ。少なくとも歴史の流れを逆転する側に組みしたということだ。後世の歴史家は我々こそ悪の陣営と色分けするかもしれない。まさかそんなこと。そういう観点も歴史にはあるということさ。だけど人間は自分が悪であるという認識に耐えられるほどに強くはない。だからそれぞれの正義を信じてそれを他人に押し付けようとして戦うのさ。絶対的な正義なんてありはしないということですか。そうだからユリアン、お前がフェザーンに行って彼らの正義と私たちの正義との差を目の当たりにすることができるとしたら、それは多分お前にとってマイナスにはならないはずだ。それに比較すれば国家の攻防など大した意味はない。本当だよこれは。自由惑星同盟の攻防でもですか。そうだな。私が年金をもらう間ぐらい持ってほしいけどね。だが歴史的意義から言えば自由惑星同盟はルドルフ・フォン・ゴールデンバウムの政治思想に対するアンチテーゼとして誕生したんだ。はい。先制に対する立憲性、非寛容な権威主義に対する解明的な民主主義、まあそういったものを主張し実践してきたわけだが、ルドルフ的なものがローエングラム港の手で一掃されてしまえば、あえて同盟が存続すべき理由もなくなる。なあユリアン、人が必ずいつか死ぬように国家だって永遠にして不滅のものじゃない。国家なんてものは単なる道具に過ぎない。そのことさえ忘れなければ多分正気を保っていけるだろう。わかりました。僕フェザーンへ行ってきます。キャゼルン先輩は一つだけいいことをしてくれたよ。それはユリアン、お前を私のところへ連れてきてくれたことさ。提督、僕が来てからのこの4年間でアルコールの消費量が随分増えてますよ。そうかな。ええ、家計に占める割合はほぼ2倍になってます。2倍ってことはないだろう。あ、本当だ。僕がいなくても自重してくださいね。健康に良くないですよ。酒は人類の友だぞ。友人を見捨てられるか。This man said alcohol 酒だって飲んでもらった方が is humans' friend. そもそもだな、人類は5000年前にも酒を飲んでいた。現在も酒を飲んでいる。僕の目の前で。そして5000年後だってやはり酒を飲んでいるだろう。人類に5000年後があればの話だが、僕が問題にしているのは5000年後ではなくて来月からのことなんですが、それに起床時間もです。僕が起こさなくてもきちんと7時に起きられますか？起きられるさ。本当に大丈夫かな。あのなユリアン、こういう会話を他人がもし聞いていたらヤン・ウェンリーという男はよほどひどい生活無能力者だと誤解するのと違うか？ You kinda are though. きちんと一人で生活していたんだぞ。誰の助けも借りずに立派に家庭を営んでいたんだ。カビと誇りを友としてね。Cleaning up before he leaves. そういえばキャゼルヌ先輩たちには挨拶はしたのかい？いえ、明日一通り回ってこようと思ってます。みんなに挨拶は欠かさないよう。はい。軍人としての本分を決して忘れることなく職務に精励してきてくれたまえ。はっ。まあ今だから言う。私の任務はヤン提督の引き立て役だった。いやー、そんな顔をしなくていい。別に卑下したり不平を鳴らしているわけではないんだ。
ヤン提督は指揮官としての資質と参謀としての才能と両方を兼備する珍しい人。あの人に参謀が必要だとすれば、それは他人がどう考えているかそれを知って作戦の参考にするためさ。だから私としてはエル・ファシルの英雄に参謀として臨まれた時、自分の果たすべき役割は何かと考えてすぐには結論を出せなかった。それが出たのはイゼルロン陥落以後で、私は役割をわきまえてことさら常識論を唱えたり、メルカッツ提督にも一線を引いて対応したりしたわけだ。鼻持ちならなく見えた点もあろうが分かってもらえるかな。はい、わかりました。でもどうしてそんなことを僕に話してくださったんです？そう、なぜかな。あまり論理的でない言い方になるが、君には他人を信頼させる何かがあるということだろうから、おそらくヤン提督も他の連中も君にはいろいろなことを話していると思う。そういうところを君は大事にしていくことがきっと今後の財産になるだろう。ありがとうございます。これを持っていきなさい。多分何かと役に立つだろう。フェザーンの銀行口座じゃないですか。こんなに？いいから持っていきなさい。金なんて使い道に困ることはないし、一定の自由を得るにも金がいるんだから。ありがとうございます。決して無駄遣いはしません。お前が無駄遣いをするはずがないからな。必要だと思った時にあるだけ使ってくれればいいさ。それからハイネセンに寄った時、これをビコック提督にお渡ししてくれないか。必ず直接お渡しします。うん、頼りにしてるよ。いいかユリア、誰の人生でもないお前の人生だ。まず自分自身のために生きることを考えるんだ。それから風邪をひくなよ。元気でな。提督もお元気で。できたらお酒を減らすようにしてくださいね。それから野菜も食べなければダメですよ。Cut down on the alcohol. Yes, sir. If I was to nitpick about something I don't like about Yang's character, it would be that he drinks too much. ハイネセンで銀河帝国正統政府軍の編成に当たっていただくことになり、またミンツ少尉とマシュンゴ准尉も政府の強い要望によりフェザン駐留武官として赴任してもらうこととなりました。ここに航路の無事と任務の成功を祈りつつ送り出すものであります。I don't know. Here we go.閣下、行ってしまいましたわね。Ooh. 次に会う時にはもう少し背が伸びているだろうな。宇宙歴798年、帝国歴489年、ユリアン・ミンツは新たな認知に向かうべくイゼルローン要塞を後にした。残った人々と再会できるのはいつの日か。この時知る者は誰もいない。提督の言われるようにフェザーンに行って別の価値観に触れる前に、改めてここに至る人類の歴史を振り返ってみようと思うのだ。西暦2801年、アルデバラン系第二惑 That's 星 good. ローリアを首都として I hated history, but hey, if that's what you want to do. この年を宇宙歴1年と改元し、銀河系の中心部と辺境部に向けて新たなる膨張を開始した。ここに至る一世紀が戦乱と無秩序の時代であって、外的世界への人類の発展を停滞させた後であるだけに、そのほとばしるエネルギーは一層爆発的であったと言えます。それは精神と新種の気風にあふれた人類の黄金時代の到来でした。だがそんな中にも問題がなかったわけではない。地球とシリウスの戦乱の中で生まれていた宇宙海賊の存在である。それは軍事的な意味での脅威にはなり得なかったが、連邦にとっては深刻な問題だった。フロンティアの住人にとっては単に航路の安全の問題ではなく、そのための安全保障費や保険料がかさみ、
辺境開発への意欲を失わせることになるからである。これを憂慮した銀河連邦は宇宙歴106年宇宙軍の増員を決定。本腰を入れて宇宙海賊の一掃に乗り出した。ミシェール・シュフラン、クリストファー・ウッドら諸提督の活躍によって2年後にはほぼその目的を達した。だがこの種の犯罪者は後を絶つことはない。そのためいわば対処療法の手段として強大な宇宙軍が残された。その宇宙軍の存在に軍国主義によって破滅へと向かった地球の鉄を踏むのではないかと不安を覚える者は少なからず存在しました。ですがだからこそ為政者たちも軍のコントロールに不信し、この後200年ほど平和と発展の時代が続きます。しかしながらその平和が続く中で人類の上にいわゆる中性的停滞の影が打ちかかりました。疲労と倦怠が希望と野心を抑え、消極が積極に、悲観が楽観に、大英が新種にとって変わるようになってきたのです。実際に科学技術における新たな発見や発明が後を絶ち、人類の生存権の拡張も再び頭打ちになっていったのです。さらに政治的にも民主共和政治がその自浄力を失い、利権あさりと権力闘争にのみ興味を示す衆愚政治と化していったのです。いつの時代も同じだな。社会的活力が失われ、社会生活や文化は敗退の一途をたどる。人々は無気力化し、老若男女を問わず麻薬や酒、性的乱行や神秘主義にふける者が続出した。あるいはスピードや暴力に刺激を求め、事故や犯罪が激増し、反比例して検挙率は低下した。生命を軽視しモラルを嘲笑する傾向は深まる一方だった。こうした傾向に一つの影響を与えたのは、地球統一以降宗教の影響力が著しく低下したことではないかと言われています。13日戦争とその後の90年戦争という末世的世紀末的状況下においても、ついに救世主も現れず神も降臨せず、救いをもたらしてくれる絶対者などいないのだという認識のみが残ったのです。連邦の黄金時代にはそれらが自らの力を頼む積極性の源となっていたのですが、社会の賃貸期になると逆に救いのない絶望感をもたらしたのだと言えるでしょう。これらの事態を憂慮する人々は無論数多く存在しました。そしてそうした人々の人類社会の病状は抜本的な治療を必要とするとの認識に誤りはなかったと言えるでしょう。ただ彼らが誤ったのは、民主共和制の自浄作用の回復という長期療法ではなく、即効性を求めて激しい副作用のある劇薬を選んだことにあるのです。すなわち独裁政治という劇薬王である。宇宙歴288年、宇宙軍士官学校を首席で卒業し少尉に任官したルドルフ・フォン・ゴールデンバウムは、ウッド提督の再来と言われる辣腕ぶりを示し、当時宇宙海賊のメインストリートと言われたペテルギウス方面の海賊組織を壊滅させた。その苛烈さは批判も受けたが、称賛の声ははるかに大きかったのである。閉塞した時代の状況に窒息するような思いを味わっていた銀河連邦の市民たちは、この若い英気に富んだ新しい英雄を感光を持って迎えたのだった。宇宙歴296年、28歳にして少々の地位にあったルドルフは軍籍を退いて政界に転じ、連邦議会に議席を占めると、若い政治家をその人気のもとに結集し、国家革新同盟のリーダーとして議会に勢力を持つに至る。強力な政府を、強力な指導者を、社会に秩序と活力を。幾度かの選挙を経て、国家革新同盟は飛躍的に勢力を伸ばし、ルドルフは強固な政治的基盤を築くことに成功した。彼は国民投票によって国家元首となり、議会によって首相に選出された。この2つの職は不分立によって兼任を禁じられていたのですが、憲法に明文化されていないのをルドルフは利用したのです。
そしてそれぞれにその権限が制限されていたこの2つの職を一つの人格が占めたとき、その政治権力を請求する者はもはや存在し得なかったのです。やがてルドルフは批判勢力の存在を許容しない絶対的な独裁者として終身執政官を自称するように。 President for life ついに310年銀河帝国の成立を宣言。自ら神聖にして不可侵なる銀河帝国皇帝と称するようになるのである。かくして銀河連邦は銀河帝国にとって変わられ、宇宙歴が廃されて、この年が新たに帝国歴1年とされた。ルドルフの台頭は民衆というものが根本的に自主的思考とそれに伴う責任負担よりも命令と服従とそれに伴う責任免除を好むという霊障であると言えるでしょう。ルドルフが皇帝となった時、憤りを禁じ得なかった人々よりも開催を叫んだ人々の方がはるかに多数派だったのですから。ルドルフが皇帝になることを望んだのは他ならぬ民衆である。それに応えてルドルフは強力極まる指導力と豪気な意志を持って皇旗を粛清し、行政運用の能率を高め、汚職管理を一掃した。不健全な生活様式や娯楽が禁止され、厳重な司法活動により犯罪や未成年者非行が激減した。ともかくも人類社会を覆っていた兵風は吹き払われたのである。だが彼の改革はそれにとどまらなかった。帝国歴9年、悪法の名も高い劣悪遺伝子排除法が発布される。宇宙の摂理は弱肉強食であり、適者生存、優勝劣敗である。人類社会もまたその例外ではありえない。異常者が一定数以上に増えた社会は活力を失って衰弱する。世の熱望するところは人類の永遠の繁栄である。したがって人類を主として弱めるがごとき要素を排除するのは人類の統治者たる世に与えられた神聖な義務である。But how do you determine that though? ルドルフは弱者救済の社会福祉政策を撤廃したばかりか、身体障害者や貧困者を異常者とみなして断種を強制し、精神障害者を安楽死させるなどの極端な政策を取ったのである。この法案が示されると、それまでルドルフに猛従し崇拝していた民衆もさすがに鼻白んだ。自分が言う Yo, bro, this dude was nuts! Bruh! What? I can't let this go on. I have to say something. I can't let... Bruh! Goldenbaum! Yo, this nigga was on crack, dude. What? How? Why? That is my question. Why? This man just gets up one day and decide, oh, I'm the savior of humanity. I'm just gonna kill off. I'm just gonna kill off. Well, not kill off, but euthanize the people who are considered inferior. So like disabled people, mentally ill people. Like, that's crazy. Bro, that's crazy. Forced sterilization. Bruh. この法案が示されると、それまでルドルフに猛従し崇拝していた民衆もさすがに鼻白んだ。自分が優秀な人間であると断言できる者はそう多くはない。その民意を代表して皇帝に非難を浴びせたのは、議会に一部残っていた共和派の政治家たちである。それに対してルドルフは即座に議会を永久解散し、Permanently, dude. 帝国内務省に社会秩序維持局が設立され、政治犯の摘発に乗り出した。ルドルフの腹心である内務省書エルンスト・ファルストロングがその局長を兼ね、逮捕、拘禁、投獄、懲罰を行った。ただしそれは法律によらず、局員の主観的な判断によってであり、摘発に証拠は必要とされなかった。それは暗黒の恐怖政治の時代であった。
社会秩序維持局によって逮捕された政治犯や思想犯で正式に死刑に処せられた者は一人もいない。裁判が査察された者、不毛の流刑生に送り込まれて消息不明になった者、麻薬を投与されたりロボトミー手術を施されたりして廃人と化した者、獄中で病死または自己死した者、これらの合計は実に40億人の多数に上る。This man killed それでも Bruh 人口3000億の 1.3% に過ぎないことを理由に、社会の絶対多数の安寧と福祉のために一握りの危険分子を排除したのだと強弁することができた。無論その絶対多数の中には40億人の運命に戦慄して沈黙してしまったものが多く含まれているのは言うまでもないでしょう。反対派を弾圧する一方で、ルドルフは彼が優秀と認めた人材を選んで特権を与え、帝国を支える貴族階級を作った。ルドルフが貴族として選んだのは白人ばかりで、しかもゲルマン風の姓を与えられたのはルドルフの知的衰弱を表すものではなかったでしょうか。ハルストロングの功績によって伯爵号を授けられたが、共和派の爆弾テロによって暗殺された。ルドルフはその容疑者として2万人を処刑して後進の霊を慰めた。帝国歴42年、ルドルフは83年の生涯を閉じた。だが完全なる満足の中で没したわけではない。皇后エリザベートとの間に設けた4人の子はいずれも女子であり、後継者たる男子を得られなかった。晩年、長期マグダレーナが男子を出産したが、これは先天的に白痴であったと伝えられる。この件に関して帝国の公式記録は沈黙を守っていますが、その後マグダレーナばかりでなく、その家族や出産に関わった医師や看護婦まで死を賜った事実からして、巷に流布するこの噂が事実であるのはほぼ間違いないところでしょう。これは劣悪遺伝子排除法を発布し、遺伝子が全てを決すると信じたルドルフにとって強烈なしっぺ返しであったでしょう。ルドルフの死後、長女カタリナの子ジギスムントが第2代皇帝となった。25歳の若き皇帝は父親であるノイエシュタウフェン公ヨアヒムの補佐を受けて銀河系に君臨することとなった。これを契機に帝国各地で共和主義者による反乱が起こった。だがルドルフが40年の歳月をかけて育成した貴族軍隊官僚のトリニティは強固であり、またそれを指揮したノイエシュタウフェン公ヨアヒムは沈着冷静な指導力を発揮し、反乱勢力を粉砕した。反乱に参加した5億人余りが処刑され、その家族など100億人以上が市民権を剥奪されて濃度階級に落とされた。これによって帝国の支配体制は揺るぎないものになったかに思われた。帝国歴164年、ハントの眷属として奴隷階級に落とされ、ある第7惑星で過酷な労働に従事させられていた青年アーレ・ハイネセンは、子供たちが水に氷の船を浮かべて遊んでいるのを見て一つのアイディアを思いつく。それはこの惑星に無尽蔵にある天然のドライアイスを宇宙船の船体材料にしようというのだ。長さ122キロの峡谷を埋め尽くした巨大な氷の中を振り抜き、動力部と居住区が設けられた。40万人に及ぶ男女がこの船に乗り込み、この惑星からの脱出に成功。帝国の監視の目が届かない無名の惑星の地下に潜んで、80隻の砲星艦宇宙船を作り上げると、帝国領を離れて未踏の中域へと新天地を求めた。その旅は容易なものではなかった。前途には航行不能な中域が広がり、現
在のイゼルローン回廊を見出して通過に成功するまでの過程で指導者ハイネセンを事故で失い、彼の親友でその後を継いだグエン・キム・ホアも老いて失明するに至った時、ようやく荷重惑星を持つ安定した構成群を見出した。時に帝国歴218年、復活させた宇宙歴で527年、彼らは自由惑星同盟の成立を宣言する。最初の市民はおよそ16万人、後に長生1万光年と称されるこの旅程は、半世紀以上の歳月と半数以上の犠牲を必要としたのであった。それから1世紀以上の間に同盟では人口の増加と国力の充実が図られ、銀河連邦の黄金時代が再現されようとしていた。そして宇宙歴640年、帝国歴331年、帝国と同盟は初めて互いに接触する戦艦同士の遭遇という形である。第20代皇帝フリードリヒ3世の時代となっていた帝国では、急遽討伐軍が組織され、ヘルベルト大公が率いる大艦隊が派遣されたが、これが完膚なきまでに敗北した。同盟軍の総司令官リン・パオと参謀長ユースフ・トパロウルのコンビは地の利を生かし、ダゴン聖域において史上空前と言われる大規模な包囲殲滅戦を演出することに成功したのである。帝国ではこの敗戦の報が伝わると、国内の異分子たちがこぞって同盟への亡命を図り、これを受け入れた同盟では量的に飛躍的な膨張を遂げる。だがこれが同盟の国家体質を変質させる大きな要因となった。亡命者は共和主義者ばかりでなく、単なる刑事犯から宮廷内の権力闘争に敗れた貴族や皇族まで含まれていたからである。帝国と同盟は最初の接触以来慢性的な戦争状態が続いているが、その中でも疑似的な平和が生じることもある。その産物ともいえるのがフェザーン自治領である。帝国と同盟の間には巨大な危険中域が横たわり、通行が可能なのは2つの回廊のみである。ダゴン聖域を含むイゼルローン回廊と、もう一つがフェザーン回廊であるのだが、このフェザーン回廊を両国と通称する中立地帯としたのである。フェザーン自治領は帝国に所属し、自治領主はあくまで皇帝の臣下であるが、内政に関してはほぼ完全な自治権を有している。これは後に初代自治領主となった地球出身の大商人レオポルド・ラープが異常なまでの熱心さでその成立を運動し実現させたものである。フェザーン自体は一つの惑星に過ぎないが、帝国と同盟の交易を独占支配することによる富の蓄積は膨大なもので、特に両国への経済的な影響力は絶大である。帝国同盟フェザーンの国力の比率は5対4対1とも言われ、人口比率だけでも250億対130億対20億となっている。まもなく本艦は千歳ハイネセンの周回軌道に入ります。 Damn, they interrupt the history lesson. 繰り返します。まもなく本艦は千歳ハイネセンの周回軌道に入ります。上陸予定者のシャトル以上は1800。千歳ハイネセン、国府アーレハイネセンの名を持つ惑星。自由惑
惑星同盟の建国以来270年。その建国の理想はすでに失われ、利権を漁る政治業者と利益誘導にのみ価値を求める大衆の衆遇政治と出していた。一方の帝国はラインハルト・フォン・ローエングラムの強力な指導力による政治改革が断行されている。理想を失った同盟はその存在価値すらなくしてしまうのだろうか。答えられる者は誰もいない。Bruh. That history lesson was something else. That was nuts. That was nuts. Learning the history of these people was nuts, okay? That was nuts. That history lesson. Ooh. Ooh. Bruh. I don't even know what to say right now, bruh. I don't even know what to say or what to start with. Bruh. So, Julian is leaving to go to Heinessen. Basically, go to Phezzan. So, was an order that came down for him. And, you know, Yang is going to use this to his advantage because, you know, they need information about what's going on in Phezzan. What are they planning? You know, are they aligning themselves with the Empire? What's going on? So, for the most part, what I can see, basically, and from what I notice here, is that, or what is going to move forward from here. Of course, they're getting ready for the offensive and all that. You know, TrueNet is... Like, I don't see the FPA winning this. Like, I don't see them winning this. I don't see them coming out of it unscathed. As much as the faith I have in them, I don't know. I don't know. Is this a thing of win or lose? No, of course not. This is not about winning or losing. This anime really does bring a lot of things into perspective for you, doesn't it? You know what I'm saying? I mean, when you look at the history of humanity, man, I don't even know. I'm gonna be honest. I don't even know how to even do this review because it's just like, that shit was just so real. It brings so many things into perspective. So many things that we've seen happen in history time and time and time again that we have to try to really just go with the flow sometimes, you know what I mean? And it's not that we don't care about history or I don't care about history. I was never interested in it when I was in school. You know, I just was never into it. I thought history was a complete bore fest, you know what I'm saying? It's just one of those things that I never had the interest in because it was never taught like this. Like if we were sitting in class watching history or watching somebody teach history, I would have been way more interested because I'm a extremely visual learner. Like for me, you can't just tell me to read about history and think I'm gonna learn about it that way. Like it's, you know, I'm not too big on reading. I never really started to enjoy reading stuff until I got older. You know what I'm saying? Like in school, you don't tell me to read anything. I'll hit you with the book. You know what I'm saying? I'll hit you with the book. So history was just never, it's not that I didn't have the capacity to learn history. It's more of like, I refuse to learn history. I'll give you guys a real life scenario, or not a scenario. This actually happened. This is what I did. Okay. So tell you guys this story about how much I hated history. Okay. So you guys should know by now, I'm Jamaican, right? So in Jamaica, we have an examination that we have to take to leave high school.
where it's basically all over the country, the West Indies. Everybody in pretty much all the countries in the West Indies, they use this test. It's called a CXC. It's basically, I don't remember what it stands for. It's a long time ago, but I know that's the acronym for it, right? So it's a test that you take, right? In school, during high school, in military school, you know, there's certain subjects that you have to do for every grade. History was one of them. So I never had any interest in it. I never had any interest in it. Not that I didn't learn anything or I couldn't recall anything. I just never loved it. I just never had any type of interest in history, because I was like, history is history. Why do we need to learn about it, right? And that was my attitude towards history until I got older and realized it's very important to know history, right? But when I was in school, never thought it was that important, because as I said, history is history. It's gone, it's past, let's move on. You know what I'm saying? How are we going to move forward? You know what I mean? But I'll talk about the more important stuff later. Just want to get this out there. So for the CXE, for my history CXE, I didn't even try to pass the exam. I literally, there's a part of the exam, right? There's a part of the exam where you have to write an essay. I don't remember how many words it had to be, but during the exam, you know what I'm saying, they give you like 3 hours to do the exam or whatever. I don't remember. I think it's like 2.5 hours or something to do the exam. So there's a part of the exam where you have to write this essay. I don't remember if it was about a book or you had to pick something in history that you learned about in class, because there's a specific textbook or whatever. And you have to write this essay about these things, about history, whatever. What is your thoughts, blah, 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 right? I literally sat there in that exam and wrote an essay about how much I hate history. That's what I did. That's how much I didn't care about it. I didn't care that the school was paying for me to do this exam. I didn't care that they put me up to do it. I literally told my friends before I went into that examination that I'm not looking to pass history. To this day, I think my mom had asked me about why did I fail so bad at history, and I think I remember telling her this story of what I did. I just didn't care about history. I didn't care for it. I didn't understand why some people even loved it at all. But that's just my adolescence talking at that point. As I got older, I realized how important it is to know history, not just specific history about your region, but other history about the world as well. And I find it so much easier, at least for me, to consume that stuff when it's visually being told to me. I can pay attention that way. Don't tell me to read about it. I will throw the book at you. Okay? But I know how important it is to learn about history, and I've learned a lot of history from even through this YouTube channel with my subscribers, from just people telling me certain stuff about certain shows that I'm watching that is very close to what actually happened. You know, from me watching the Vikings and learning about the Vikings, you know what I'm saying, and people telling me about, Norse mythology and all of this other stuff. We watch Rome, that learned a lot about, Roman stuff outside of, the Pope. You know what I mean? Learning more. Now I'm watching The Sopranos, learning more about Italian history from a subscriber. So it's just one of those things that I feel like is very important in life now. You know what I'm saying? At least for me, I never really understood until like my late 20s, then I really started to realize how important knowing your history is. Now, let me say this. History is not something that you should use to dictate how you carry on with your life, though. History
is to be known and not to be repeated. So depending on what it is, or well, I'm talking about the bad parts of history, that stuff you don't want it to be repeated, but when history repeats itself, it's a terrible thing, especially the bad parts of history. There are good parts of history that can be replicated and is still relevant today. You know, very important stuff to know. You know, back in those days, man, I used to say that the only history I need to know is the Bible, because I was that like religious, if you want to say that. Now not so much. You know what I mean? I'm being honest, I'm not religious at all. I'm not an atheist by any means. I'm not that far out there. You know what I'm saying? If that's what you want to believe, that's what you want to believe. I still believe that there is a higher power. I still believe in the creation. I still believe, you know, that the Bible is God's words. I do believe that. But I'm just not religious. You get what I'm saying? I'm just not religious, as in, you know, I don't find the need to go to a church building to, you know, get to know who God is. But if it is what it is, right? But this series here, that history lesson, man, the goldenbaum, learning that dude is Hitler times 100. Like, this man was on some doo-doo juice, man. Like, for reals, bro. This dude was on some ish, bro. Bruh, I can use, like, learning thank God things kind of changed. It doesn't seem like it's changed that much. Hopefully Reinhard, you know, doesn't turn into this guy. Because I mean, if you got 300 billion people and you just decide, you know, just out of the blue, I need a superior. He's Hitler, dude. You know what I mean? The superior race foolishness. You know what I'm saying? Weed out the weak of humanity. Ah, boy. The parallels, bro. The parallels. I love this series, man. Thank you guys so much for tuning in. Let me know what your thoughts are the first time that you watch episode 40. What was going through your head? What were you thinking about? Let me know in the comment section, man, if you guys get through this review. I appreciate y'all, and I will see you guys for the next one. Don't forget to like the video. I'm out. Peace.